Hello, hello, hello! ニコリョウチャンネルのニックとりょうです。で、今回は第2弾カミングアウトストーリー両編です。はい、スタート。はい、前回引き続き、今回はその東京レインボーパレードウィークということなので、第1弾はニックのカミングアウトストーリーだったんだけど、もしご覧になってない方は、ぜひこっちの方にリンクあるので、ぜひ見てみてくださいね。でも今回は第2弾ということなので、ちょっとパートナーのりょうのカミングアウトストーリーを話していきたいと思います。で、前回と同じく、質問しながら、話していきたいと思います。心の準備はよろしいですか？大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっと長くならないようにちょっとご自由に話してください。頑張ります。それでは行きましょう。カミングアウトしたきっかけは、ニックと付き合ったからなんだけど、それで結構自分の中で言わなきゃっていう思いがあって、一応4人兄弟の次男なんだけど、妹とあと男2人が上と下にいて、やっぱり妹が一番話しやすかったから、ニックが家に来るってなった時にとりあえず妹には言っときたいと思って、ニックって友達来るじゃんって、その人は彼氏なんだよって言ったら、妹がえみたいになったけど、亮は亮だからみたいな、驚いたけど別に大丈夫だよって言ってくれて、だからニックのことを彼氏って知った状態でニックが遊びに来たから、すごいよかったし、その時はね。でその後ニックとイギリスにいて、初めて年末年始ね帰ることになったんだけど、その時に結婚するかもしれない感じの話をしてたから、これを機に言った方がいいと思って、年末年始にとりあえずお兄ちゃんを個室に呼び出して、個室予約してそう妹と俺とニックで個室に先にいて、お兄ちゃんが来るみたいな感じだったんだけどね、その時緊張したよね。こっちの方がめっちゃ緊張してたと思うんだけど、で実際兄ちゃんがガラガラって開けたらニックを見て「あ、ハロー」って言ったよね。でみんなで笑っちゃって、最初のつかみとしては良かったんだけど、結構和んだから、でもすぐ兄ちゃんが座った瞬間に「あ、ニックです」ってで「パートナーです」って言ったら、お兄ちゃんが「え、ビジネスパートナー？」って「違う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 」って「パートナーって普通に彼氏」って言ったら「ああ、そういうこと」って言って、それでね、いろいろ話してったら、お兄ちゃんも一応小学校の先生で、そういうことが学校でも一応問題の一つでもあるから、結構理解度が早くて、その後ワイワイ喋ったし、そこまでショック、驚いてたなかったみたいな雰囲気があったんだけど、ですぐにじゃあ席いつ入れるのかっていう質問すぐにしてくれて、すごく僕も安心したの、めっちゃ。そうだね。次に2人で実家に行くってことになってたから、その後はお兄ちゃんが先に亮が帰って、お父さんとお母さんに行った方がいいんじゃないって言ったから、とりあえず俺が先にね行ったんだよね。それで言おうと思ったんだけど言えなくて、ずっと着いてからも、でも夜中になっちゃって、お父さん寝ちゃって、でも妹が近くにいて、言わなきゃダメだよみたいな、でもとりあえずお母さんに話があるんだけどって、お母さんから行こうと思って、でお母さんもパニクっちゃって「なんでいつもそんなこと言わないじゃん」とか言ってなったけど、とりあえずもう個室に移動して、ニック来るじゃんって、で、ニックは実は彼氏で今一緒に住んでるみたいな話をしたら、お母さんちょっと黙り込んじゃって、で亮は海外に住んでたわけでしょって、もうその時も6年ぐらいか、だからもうそれで結構お母さんは嬉しかった、亮が頑張ってること、それで結構十分だと思ってたから、あんまりその話は聞きたくなかったなみたいな、亮はずっとどうせシングルだ一緒いるんじゃないかなって思ってたから、それでも全然構わなかったんだよみたいな、だけどそれを言われて結構固まっちゃって、こっちももうそんなこと言わなくてもいいじゃんみたいな思ったんだけど、ちょっと気持ちを持ち直して、で実はもうニックの家には挨拶してて、ニックの兄弟も知ってるし、ニックの家ではもう俺はニックの彼氏として扱われてるから、やっぱそれを自分の家族ができないのは困るというか、自分が情けないというか、いろいろそういう気持ちになっちゃって、どうしても言いたいんだよって言ったんだよね。あとちょっと違和感あるんじゃない？嘘をついて友達だよって、そう一生できないじゃんそんなの。だから、これを機に言うしかないと思って、言ったんだよって話したの。
で一応なんか将来の話だけ、まあ、ニックと結婚してなんか子供とか将来的に欲しいんだよねみたいな話をしたのよ、でしたらお母さんがまあ急に「ちょっと待って」みたいな「ちなみにどっちの遺伝子なの?」ってで「ってでニックさんのそっちかいでなんかニックさんの遺伝子にしなさいねみたいな、はいはい、なぜかというと、まあ、ニックさんは優秀の大学を出てるでしょみたいな。なんかあなたは出てないからニックさんのなんか遺伝子の方がなんか絶対いいわよみたいな。でその時もまあって思ったんだけどなんか笑っちゃってめっちゃ、そういう風にショック受けた割には結構ポジティブなそうだよね感じなんか笑いを取ったかは知らないけど、まあ、妹もちょっとサポートしてくれてなんか時間がね解決してくれるからちょっと様子見ようってニックがねその後実家に来て、お父さんにまず言えず、まあ、数年も過ごしててもう最終日までもう引きずり込んじゃってなんかお父さんのことすごいなんかリスペクトしてて家族を守ってきたってことがあって自分その家族を破壊してしまうんじゃないかみたいなその言ったことによってでそういう気持ちがすごい強くてだからなんかもう夜中になんか超泣いちゃってそうニックにもうごめん今回マジ言えないみたいなもう辛すぎちゃって、でも僕は別にもしなんか言いたくないんだったら別に無理やりなんか言わなくてもいいからさって言ってもし言いたいんだったら言ってってそうだねでとりあえずまあ言えず、でそのままイギリスに2人に帰って、また実はその日本にねその年に行けるチャンスがあって、その時に絶対に言うって決めてた。なぜかというともうその間に5月に実はその年の5月にもう籍を入れちゃってたんだよね父がねそうでこれはもう言わなきゃと思って自分もね来年ちゃんとみんな呼んでパーティーしたいしと思ったから、だからお父さんにこう言おうと思ってこう、まあ、何日も過ぎちゃってあどうしようと思って2人きりになるためになんかまあ髪を切りたいって嘘ついてまああんま切らなくてもよかったんだけどで車でバーって連れてってもらって美容室にでその帰りになんかお父さんちょっと待ってっつってなんか実は言わなきゃいけないことがあってっつってで実はなんか結婚してるっつって指輪を見せて言ってお父さんもなんかどういうことってイギリスの女性それともなんか違うとこの国の女性みたいなもう女性みたいになっちゃっててなんかニックなんだよねって言ったらもう黙り込んじゃってお父さん口開いてありえないでしょみたいな感じで言われてで、まあ、ありえないっていうのはなんか日本はそういうのはできないから急に言われたからもうちょっとびっくりしちゃってって言われたんだよね。まあそれはそうだと思うけどね。だからお父さんはなんかイギリスでできんのっていろいろちょっと質問してきて、まあできるよって、そういう説明をして、まあお父さんはまあついに今日本でしか住んでないし日本のことしかわからないからとりあえずまあ分かったってことしか言えないって、まあ時間が解決するかもしれないからそれでいいんじゃないって言ってくれてでそのまま普通に戻って普通に会話をしてニックと合流して旅行して日本帰ったんだけどね、そうでその後も不安でしょうがなくてやっぱ一応言ったけど別に丸く収まったわけじゃないじゃん、たまたまなんかテレビチャットとかする時があって、その時になんかね、まあ、自分の話もしつつ、お父さんとかお母さんからなんかニックは大丈夫とかニックは元気とかしてくれたから、なんかちょっと心が安らぐというか、ちょっと安心、まあ本当は6月にね行くはずだったんだけど、まあ年末年始ね行ってニックが彼氏というというか旦那さんという形で行くから緊張しつつするけどでも楽しみ、楽しみだよね、だからまあすごい大変だったけどカミングアウトしてよかったなって自分は思う。だから本当に家族には感謝してます、やっぱカミングアウトをしてからはなんかもっとオープンドアをいっぱいもう開けまくった感じ、なんかお父さんに言ったり妹に言ったりとかって、どんどんしてってさ、そのニックをね地元例えば日本の友達紹介したこともあったじゃん。だからそういうのでなんか扉がパパパパパって開いてったらなんかすごい楽になって本当の自分に近づく扉だったんだよね。なんか開くまではさなんかすごいでもこれやったらダメでしょいやなんか友達が見てこういうこと思ってとか、なんか余計なことを考えちゃった、だから自分が表に自分らしく出ることがあんま気にしなくなって楽しく生きてる感じがする、まあもちろんねカミングアウトをしろってわけじゃないよみんなにね。そういうきっかけがあって2人がしてるわけじゃない、やっぱみんなそれぞれのシチュエーションがあるから言わなきゃみたいな時がその時に言えばいいと思うし、その時が来るまでね、もし言いたくないとか別に親にカミングアウトしなくても
いいかなって思ってる方はいらっしゃる。それでいいと思う。それでも素敵だと思うけど、だからもし悩んでる人がいたら、なんか自分のタイミングで自分らしく言ってくださいくれればいいと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。今回は第2弾、りょうのカミングアウトストーリーだったので、いろんな話を聞きました。りょうがちょうどそのカミングアウトする前に、いろんななんかちょっと複雑な気持ちあったんだけど、僕はなんかいろいろりょうのためにいろいろなんかやってあげたいという気持ちすごくあったんだけど、りょうの家族関係だから僕一歩を下げて、できるだけなんかりょうをサポートしてあげるしかないなと思って、無事に終わってよかったなと思うし、ちょっと大変だったと思うけど、なんかその最初の方はやっぱなんかうちらが付き合ってて、なんか SNS、インスタグラムとかなかなかうちらの写真、ツーショットとかあんまり載せてくれなかったんだけど、でも今は普通に何も気にせずにもうバーッって感じだから、それすごくなんか量がいろいろ変わったなと思う。でそのなんかパートとしてとてもこれだしよかったねです。そうだね。でこれからもその LGBTQ に関することや、もちろんそのイギリス関係、紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。あとはチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではまた次回でハッピープライド。ずれてる。バイバイ。